皆さんご機嫌いかが？コーチです。今回は鬼滅の刃からちょっと見た目は怖いけどおはぎ大好き、実は優しいお兄ちゃん、風柱品津川さねみの刀を作ります。このサネミンの刀は荒々しい見た目だけどカラフルで結構おしゃれですよね。再現は結構大変そうですけど設計いってみましょう。まずはこの刃のギザギザですよね。ここは峰のパーツをギザギザにしてこれを表現したいと思います。あと刃文のこの内側の薄い黄緑色の部分なんですけど、ここ若干発光しているようなイメージがあるので夜光白を使ってグラデーションを表現したいと思います。そして忘れちゃいけないのが鞘ですよね。この傷傷をアイロンビーズのドットでどこまでかっこよく表現できるのかっていうところですよね。ここはサネミンのアイデンティティみたいなところなんで頑張りたいと思います。ではこれらの設計を盛り込んで、作る順番は刀身と柄をまず作って、その次鍔、最後に鞘という順番で作っていきます。使うビーズはパーラービーズのこちら。それでは作っていきましょう。さあ始まりました。まず注目すべきはこの色数の多さですよね。サネミンの刀って一見すると大体緑じゃんって感じなんですけど、よくよく見ると結構いろんな種類の緑が使われていて、かなりカラフルな感じなんですよね。これだけの色を使い分けるサネミンって実は結構おしゃれさんなんじゃないかなと思ったりしてます。でも作ったのは刀鍛冶の人だから、おしゃれなのは刀鍛冶の人なのかな。いやでも柱ですからね。刃の色に合わせてこうしたいとか、戦いやすいようにこうしろみたいな、そういう権限はありそうですよね。僕はサネミンがデザインした説を推したいですね。全体的に和菓子っぽい感じがして、おはぎ好きの和菓子ラバーな気持ちが隠せずににじみ出ちゃったみたいな感じのカラーリングになってるような、そんな気がして僕は見てます。こういったカラーリングの話もそうなんですけど、僕がアニメキャラのアイテムを立体化する時には元絵となる資料を何枚も何枚も観察して、デザインの根拠となるものを結構探したりしてます。サネミンの刀で言えばさっき言ってた色の話もそうなんですけど、この柄ですよね。柄が上下で白い別の紐が巻かれてるような感じになってるんですよね。これおそらくなんですけど、風の呼吸を使う時って結構横にブーンって振るんですけど、その遠心力ですっぽ抜けないようにグリップ力が強くなるような滑りにくい素材の紐が巻かれてるんじゃないかなと思ってます。そこはちょっとアイロンビーズで再現できなかったんで、ファンの一考察になっちゃうんですけどね。というわけで刀身と柄の出来上がりです。お次は鍔を作っていきます。鍔はですね、一見トゲトゲギザギザが輪っかになっただけのように見えるんですけど、実は四角が一定の角度で斜めになって、それが輪っかになっているっていう形になってるんです。これ結構数学的な美しさを感じて、あれサネミンって体育会系に見えて実は理系なんじゃないかなと思ったりしました。あの見た目で論理的ってかっこよすぎでしょお兄ちゃん。でも多分風車がモチーフってだけだと思うんで、これもただのファンの考察です。というわけで鍔も出来上がってもう組み立て始めてますね。この刀身に鍔がつくと一気に刀って感じがしてくるんで、一番テンションの上がる作業だったりします。刃文のギザギザの内側にある夜光白も悪目立ちせずにいい感じでグラデーションになってるんじゃないかなと思います。刃文のギザギザも段差になるように作ってるんで、上から見るとちょっとだけ出っ張っていて存在感を感じられて良きです。それでは最後に最も重要と言っても過言ではない鞘を作っていきます。この鞘の出来によって刀全体の評価が決まっちゃうんじゃないかと思っちゃってるんで、この傷だけはどうしてもかっこよく仕上げたかったんですよね。ただ平々ボンボンとして生きてきた僕なので、殴り合いの喧嘩とかしたことなくて、傷跡に対する解像度ってのがやたら低いんですよね。もう傷といったら心の傷か左頬の十字傷ぐらいしかイメージがないんですよね。ただもう自分が持てるもので勝負するしかないんで、心の傷は見えないんで左方の十字傷を参考に並べてみました。このバッテンになってるところとかはもう完全に伝説の十字傷になってるはずです。というわけでめちゃくちゃ頑張って作り上げた鞘がこちらになります。一周傷がぐるぐるっと回ってて結構完成度高くできたんじゃないかなと思ってます。それではこれにて品津川さねみの日輪刀完成でございます。いかがだったでしょうか。刀が完成して鞘に収めた瞬間に、これめちゃくちゃかっこいいなって一人で自画自賛してました。鞘作るのに結構苦労してたんで、喜びもひとしおって感じですね。こ
心なしかサネミンっぽくちょっと刀を抜いてみてます。それじゃあ恒例の試し切りならぬ試し遊びやってみたいと思います。風の呼吸死の型、症状左陣乱、風の呼吸2の型、早々シナプ風。風の呼吸ってこう右から左にズバーッと切る動作が多いんですけど、これが結構難しくって何回も練習してやっとできるようになりました。これで風を巻き起こすんだからサネミンってほんとすごいです。僕はそよ風ぐらいしか起こせなかったですけどね、こうふわーっと。修行が足りないですね。ということで今回の動画も楽しんでもらえたら高評価、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。 BGM も僕のオリジナルなので概要欄をチェックしてみてください。それでは皆さん良いアイロンビーズライフを。ごきげんよう。